自分が乳がんと診断されたんですけど、病院での治療を受けないって決めたんですね。で、これからは自分で自分の自己管理をちゃんとやっていくっていうことで、どういうふうにやっていくべきか、何をやるべきかっていうことを探してました。で、そんな中で YouTube で吉野先生、ヨシリンのことを知りました。読読抜きという言葉を聞いたときに、最初はやっぱり読読って何ってすごい警戒したんですね。でも、ヨシリンの動画を見れば見るほど、もう自分に当てはまることがたくさん出てきて、これはもう長年の乱れた食生活が自分の健康を害してきたんだなっていうことにすごく気づかされました。読読抜き前の食生活は、私甘いものがすごい大好きで、チョコレート、クッキー、和菓子、洋菓子、大好きでした。あと、揚げ物とか炒め物。これでも油をたくさん使ってました。体にいいということでオリーブオイルも使ってましたし、お好み焼きとかたこ焼きとかパンとパスタ、ラーメン。これも大好きでしたね。カップラーメンもね、よく食べてました。で、乳製品もね、大好きです。チーズとか。ただ牛乳そのものはあんまり飲まなかったんですけど、粉チーズはね必ず常備してましたね。で、運動はほとんどしていませんでした。読読抜きをやってよかったと思うこと、これは全く想像してなかったんですけど、まずメンタルが落ち着いてきたんですよ。これにはね、ほんとびっくりしたんですね。で、メンタルにいち早く変化が出たことで、この読読抜きを続けていくっていうことにすごく安心感が出たんですよ。とにかく迷わなくなる。で、落ち込みが浅い。で、イライラしない。で、怒らなくなる。そして何よりも頭が冴えてきます。これは本当に想像していなかったので、正直読読抜きではこれが一番効果が出たんじゃないかなって思います。体の変化で言うと、全身のむくみが取れました。あと、顔色が、血色が良くなりました。あとは、かかとというか、私足の裏がもう全体がすごいガッサガサだったんですよ。で、そのガサガサがかなり良くなりました。これはすごく時間がかかってるし、まだ完全にはなくなってないんですけど、少しずつそのかかとのガサガサが減ってきたんじゃないかなって思います。私が読読抜きをするっていうことで、私の夫様も一緒に読読抜きをやってくれています。で、夫様の方の体調にもとても変化が現れていまして、夫様は30年来の花粉症、それもすごく症状のひどい花粉症だったんですけど、その花粉症の症状が消えました。ずっと薬飲んでたんですけど、薬も全く使わなくなりました。あと、夫様は日頃屋外作業しているんですけれども、以前は太陽の光に当たると顔がピリピリする、痛いって言ってたんですね。で、すごく日焼けも真っ黒になって日焼けしてたんですけど、今年の夏はほとんど日焼けしてないですね。で、顔もピリピリしなくなったって言ってます。それと、夫様もかかとがやっぱりちょっとガサついてたんですね。私ほどではないんですけど、で、これなんだろうねって2人で言ってたんですけど、今、夫様はかかとツルッツルです。ということで、読読抜きやってよかったことをもう一度まとめると、私のメンタルがとても落ち着いた。これが1点。あとは、私と夫様の体調がとても改善してきたっていうこと。これが2点ですね。で、もう1点。これは、食事の支度がとてもシンプルになったっていうことです。買い物もほとんどもう迷うことがないし、日頃の食事は基本的には玄米とお味噌汁にしてるんですね。
お味噌汁は野菜とか海藻、あとキノコ、これがメインで入ってます。で、できるだけ具沢山にして玄米とお味噌汁っていうのが基本ですね。で、もう一品二品お肉とかお魚とか、副菜ちょっとしたものがあればそれを食べるっていう感じです。あと夫様のお弁当、これも最近ですけどもう玄米とお味噌汁にしました。で、お味噌汁が具沢山なので、お味噌汁ってあったかいものを入れているのでとても好評です。四毒っていうのは小麦粉、植物油、乳製品、甘いものを指してるんですね。で、私の理解だとこれらが体内に入った時に免疫作用を阻害して炎症を強めてしまう可能性が高いものだっていうふうに理解してるんです。もちろん小麦粉とか油とか乳製品、甘いもの、それ自体の作用もあるでしょうし、それを生産する時の、例えば小麦だったら化学肥料とか除草剤とか化学薬品とか、植物油にもやはり抽出する時にいろんな化学薬品を使うと思うし、乳製品しかり甘いものしかりですね。だからそれ自体の作用とそれを生産する時に加えられる化学薬品、化学物質、それが合わさって結局体内で免疫作用を阻害して炎症を引き起こしたり強めたりするっていう風に私は理解してます。なのでそういったものを取らないようにするっていうことは少なくとも体に悪いことではないと思っています。自分の体調とかメンタルを改善したいって思ってる方はおそらく現代ではとても多いと思うんですね。いろんな事情でそういうふうに思われてる方はとてもたくさんいらっしゃると思います。そういう方はですね、一度トライしてみても良いかもしれません。毒抜きにとても興味がありますっていう質問をいただきました。デトックスっていうことですよね。体に溜まった毒を排出するためにはお茶とかコーヒーじゃなくって水、それもできるだけ質の良い水をしっかり取るっていうことが大事になってくると思います。なかなか質の良い水って難しいんですけどね。あとは腸内環境を整える、よく腸活って言われてますけど、私この4毒抜きを始めてから本当にこれを実感してまして、4毒抜きプラス腸内環境をもっと積極的に整えていかないとなって今思っています。で、これにはいろんな方法がねあると思いますので、自分に合ったやり方を模索していくしかないかなって思います。あとは汗をしっかりかくってことですね。だからそのためには運動をするっていうのがもう絶対条件だと思います。人間はやっぱり動物なので、動かなくなったら寿命も縮まるし病気にはなるし、もう私自身がとてもそれを実感しています。で、汗をかくのはもちろんその運動も大事ですけど、お風呂ですね。お風呂で薬草の入ったお風呂とか、アロマでもいいと思うんですけど、質の良いものですね。自然に近いもの、そういったものを入浴剤にしたりしてリラックスできる、そして汗もかくっていう楽しいお風呂タイムにしていただければデトックスにとても効果的なんじゃないかなって思います。で、私自身もお風呂には自然のものを入れて楽しんでいます。現代の生活ってすごく便利にはなったんですけど、それと引き換えに安全なもの、安心できるものっていうものは少なくなってしまったかもしれませんよね。食べ物もそうですし、日用品も、例えばシャンプーとか洗剤、化粧品、あと医療品、文具とか、おそらく化学物質を使っていないものってないんですよ。で、食べ物は口から入りますけど、経皮毒っていうのもありますよね。手で触ったりちょっと触れたりしても化学成分が入ってきてしまう。だから知らず知らずのうちに私たちの体の中にはいろんな毒が入り込んでいると
思います。で、そういう物質的な毒だけじゃなくって、目に見えない有害なもの、有害って決めつけてはいけないかもしれないですけど、やっぱりその影響がよくわからないもの、これの最たるものとしてやはり電磁波っていうのがあると思うんですよね。そういったものの影響っていうのもこれから先は少しずつ目に見える形で現れてくるんじゃないかなって思います。食べ物に関してはとにかく可能な限り自然なものを選び、可能な限り自分で作り、そして極力食事の量を減らしていくって今は思ってます。食べ物以外のものに関しても本当にできるだけ安全なもの、安心なもの、そういったものを選んでいくしかないのかなって思います。究極自分で作ればいい、もうないなら使わなければいいっていう感じですね。そういうふうにできるだけ毒を入れない、そして入った毒を、体内の毒を排出するために自分自身の生命力、活力を上げるっていうことを心がけていく必要があるかなって思っています。4毒抜き食生活約1年経過しました。体がね、すごくシンプルになっていくのを実感しています。と同時に排毒、デトックスの難しさもね、すごく実感しています。長年の食生活の悪さに加えて、いろんな薬をね、飲み続けてきたんですね、私。それも体の不調の原因を作ってるなっていうのをすごい分かりました。これまでの人生、自分の体のことを大切にいたわりながら生活するなんてことは、ただの一日もなかったように思います。好きなことを好きなだけ自己中心的にやってきて、で病気になれば病院任せ、出された薬をただ飲み続ける、そういう姿をね思い返すと、自分が病気になったのも当然だろうなって納得してます。自分が乳がんになったおかげで4毒抜きを知り、全く新しい人生が始まったんですね。今は自分の体の免疫力を邪魔しないような生活を心がけて、そして自分の生命力を最大限信じて毎日を過ごしてます。4毒抜きを続けているおかげで体の声がはっきり聞こえるようになってきました。なのでこれからは4毒抜きをベースにもっと自分の体に合わせた食生活を模索していこうって思っています。4毒抜きの食生活、私にとっては人生を振り返り、これからの人生を考える、そんなきっかけになり、それを支えてくれる大事なものになっています。